今回紹介するのはプロホースの収納方法。この珪藻土は石鹸を乾かすための商品。プロホースってどこまで分解できるんだとか気になる方もいると思うので、ここ割れるっていうお話されてる方結構いるんですけど、これからアクアリウム始めるときにプロホース買うっていう方もぜひ覚えておいてください。はいどうも、ビバです。今こちらに見えているのはプロホースの M、そしてこちらがプロホースエクストラの S。プロホースといえば皆さんお世話になっている方多いと思います。アクアリウムの水槽メンテナンス時に低床掃除と一緒に水替えができてしまうとっても画期的な商品です。アクアリウムやってる方ならほとんどの方が使ってるんじゃないかなと。今回はこのプロホースの役に立つ情報をいくつかご紹介をしていきます。これからアクアリウム始める時にプロホース買うっていう方もぜひ覚えておいてください。なお当チャンネルではプロホースにまつわるいろんな動画アップしてます。もしよかったら動画概要欄からご覧ください。今回紹介するのはプロホースの収納方法。以前うちのチャンネルでプロホースの収納スタンドを作るっていう動画アップしたんですけど、それの改良版になります。改良版というかパーツはいくつか流用するんですけど、収納スペースが半分以下になったバージョンでご紹介します。それと使っていく中で汚れてしまうプロホース。例えばこのホースが中がね汚れちゃったりするんですけど、こういった部分のクリーニング方法もご紹介します。プロホースってどこまで分解できるんだとか気になる方もいると思うので、その辺も合わせてご紹介します。ではまずプロホースのスタンド作っていきましょう。今回作るスタンドは2本の2本のプロホース収納することができます。今回は M と S なんですけど、S と S、M と M、M と L。何でもいいんですけど、2本分収納することができます。用意するのがこちらの100均の小物ケース、ペン立てかな？こういった商品が売ってるので、これが1つと、これは以前も使った食器洗った後にコップとか乾かすためのアイテム。水筒とかここに挿して水切れいいよみたいな、そんなアイテム。キッチン用品ですね。2個セットで100円で売っています。それとこのギザギザした白いやつ。これは珪藻土。水を吸い込みやすくて常に乾燥状態を保ってくれる珪藻土。この珪藻土は石鹸を乾かすための商品。これもセリアで買ったんですけど、台所コーナーかお風呂場コーナーで購入することができます。今回プロホーススタンドを作るために必要な道具はこの3つです。合計330円。安いですね。じゃあスタンドを作っていきましょう。まずこの珪藻土をこのケースの中に入れます。この短辺はジャストサイズ。振ってもずれないぐらい。長辺は1センチくらい隙間がありますね。ちょっと動くんですけど、短辺がジャストサイズすぎてなかなか動かない。ただ逆さまにすれば外れます。このためにあるんじゃないかぐらいのシンデレラフィットです。そしてこのアイテムは側面に差し込みます。ここまで来ると前回と同じなので何も目新しいところはないんですけど、このサイズはめちゃめちゃコンパクト。実際にプロホース収納してみましょう。プロホースは縦に長いので動画撮影の時結構苦労します。まずプロホース M もしくは L。M と L はパイプの太さ同じです。このパイプの長さが L はもっと長い40センチぐらいあります。まずプロホース M もしくは L はスタンドのここに刺して収納します。こんな感じで自立します。若干傾きはするんですけど、だいたい自立しますね。そしてプロホースの S、この細いパイプ。これはこの突起に入らないので、ここのスペース、ここに差し込みます。ちょうどこのくぼみになってるので、パイプがいい感じにはまってくれます。結構安定して自立はします。ちょっとぐにゃぐにゃしてるけど、ある程度ね、自立します。そして、プロホースのホース。ざっくりまとめて、ちょっと楕円形にして、ホースの口が下になると、なんか都合がいいですね。楕円形にして、ここに突っ込む。はい、突っ込みました。なんとなく収まりましたね。もう一個のホースも、なんか楕円形にして、突っ込む。収まりましたね。ホースは若干雑めに突っ込むんですけど、見事に小スペース、こんな小スペースに自立するプロホースのスタンドができました。これ結構倒れるんじゃないかと心配される方いるかもしれないんですけど、意外とね、倒れないですね。プロホース縦に長いので上に重心が来るかと思いきや、下に珪藻土を入れたことでだいぶバランスは安定してます。
そんなに倒れることはないと思います。こんな小スペースでプロホースを2本収納できてしまう。しかも珪藻土入れてるので、パイプ内の水分はしっかりと吸い取ってくれる。もしプロホースの収納場所、バケツが定位置になっている方は、こんな収納方法も検討されてみてはいかがでしょうか。かなりコンパクトで製作費330円。ぜひお試しください。前回のもっとでかいスタンド参考にしてくださった方は、このパーツとか流用できるので、興味があれば作り変えてみてください。続いてプロホースってどこまで分解して掃除できるのか。これはプロホース購入される前の方とか、プロホース買ったけど一回も掃除してないっていう方、参考になればと思います。まずこのホース分解できるところは、このクリップとこの流量調節のクリップ。こんな感じで分解できて、ここも外れるらしいんですけど、外れるというか、ホースからは外れないんだけど、外れないな。都市伝説かな。ここがこっちに外れるらしいです。ただ、外れたところで特段意味はないです。そしてプロホースの本体、これオレンジ色になっているのが現行品です。この弁がオレンジ色のシリコン弁になっています。まずパイプ、ここが外れます。これ外すときに、この方向にうねうねやっちゃうと割れちゃうかもしれないので、ぐるぐると回しながら引き抜く。これポイントですね。ここ割れるっていうお話されてる方結構いるんですけど、グニグニやってんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。そしてプロホースの真髄である弁。これも外れます。このシリコンの弁がプロホースの秘密ですね。そしてこのヘッド側はホースコネクタが外れます。これもグニグニやらないでぐるぐると回して抜く感じ。そしてこの弁も外すことができます。このパーツについてはもう少し細かく分解することができます。このシリコンの弁、これはこんな感じで外れます。無理やり引っ張ったらここがちぎれちゃうかもしれないのでご注意ください。これを外すと細かい隙間とかもブラッシングしやすくなります。はめるときはこの突起の真上から差し込もうとするとなかなか入らないので、この横から差し込んで横にずらしてシリコン弁の穴が突起に引っかかったらクイッと引っ掛ける。こんな感じで再装着できます。これの取り付け向きはこの本体に出っ張りがあるので、この出っ張りとこの切り欠き、ここを合わせて差し込みます。そしてこちらのパーツはこれもシリコン弁外すことができます。これは再装着簡単にできます。このトップの部分もこんな感じで外すことができて、細かいところの汚れブラッシングすることができます。これ再び取り付けるときはこの溝の部分とこちらに出っ張りがあるので、ここを合うように取り付けます。このパーツ取り付けるときは一部分平らになっているところがあるので、この平らとここの平ら、これを合わせて差し込みます。ちょっと見づらいので適当に刺して軽く押しながら回して刺さるところがあるので、これで押し込めば装着完了です。このポンプも外すことができます。これも回転ですね。ぐるっと回しながら引き抜くと簡単に抜くことができました。プロホースはこんな感じのパーツで構成されています。本体ヘッド部分とポンプ部分、ホースコネクタ部分とシリコン弁、パイプ、ホースクリップ、流量調節クリップ。ここまで分解できたら、あとはブラシなり漂白剤なりで掃除をすることができます。こちらのホースも漂白剤できれいにすることができます。これはホースといえばホースブラシというものがあるんですけど、プロホース、特に S の場合はホースブラシ入んないんですよね。ホース径がそもそも細いのに加えて、ホースコネクターの穴、ここはさらに小さくなっているので、一般的なホースブラシは入らないですね。入ったとしても、このホース、長さが、結構長いので、なかなか適合するホースブラシはないと思います。では実際にこのホース内の汚れを落としたいと思います。まずバケツの中に水を入れて、このプロホースのパイプだけ取った状態、この状態でバケツの中に入れます。そしてこの部分を水に沈めた状態でポンプをプッシュ。ホースの中に水が満たされますので、あとはこの状態で数時間放置するだけです。数時間経って汚れが白く浮き上がったら、またこのポンプを押して中の汚れを排出します。ちなみにこの各種パーツは組み立てたままだと汚れが落ちづらい部分もあると思うので、ホースに水を満たした後は分解してしまっても構わないと思います。こんな感じで分解して沈めておきます。ちなみに漂白剤入れる量なんですけど、僕は結構適当です。これ実はまだ水道水なんですけど、今漂白剤を入れます。これ厳密に水何リットルに対してどのくらい入れればいいんですかって聞かれる方いると思うんですけど、もうどんな量入れてもそれじゃあ多いです、それじゃあ少ないですって反論が来るので、適当に入れてください。
薄かったら長い時間つければいいし、そのあたりは自分で経験しましょう。素手で漂白剤ついたらすぐ洗い流しましょう。これで今漂白剤溶液がホースの中に行き渡りました。また分解して手洗ってこよう。今8時間くらい経ちました。ホース内の汚れは白くなって見えづらくなっています。ちょっとホースも若干白く曇っちゃってるんですけど、この状態になったらこの排体溶液の中で何回かポンプをプッシュします。するとホースの中の白くなった汚れが排出されるはずなんですけども、ちょっと出てるかどうかはわかんないです。最初の黒い汚れはほとんど見えなくなりました。ではこの後黒ホースとホースの中に入った排体溶液を洗い流さないといけないので、今度は水道水を入れたバケツの中で洗い流していきます。こっちのバケツは今水道水が入っています。ここにさっきの黒ホース入れて中でプッシュ。黒ホースの中に残ってた排体溶液は水道水で洗い流されています。水道水だけでも十分だと思うんですけど、気になる方はカルキ抜きとか入れて同じように作業するとより安全かもしれません。これで黒ホースの洗浄は完了です。この細かいパーツとかは分解してブラッシングをしておくと良いと思います。はい、というわけで今回は皆さんよく使っているであろう黒ホースの収納方法とクリーニング方法についてご紹介をしました。これだけ狭いスペースで収納できるのでなかなかいいんじゃないでしょうか。ついついバケツの中に入れっぱなしになりがちな黒ホースなんですけど、ちょっと工夫すると狭いところにも収納することができます。もしこれから黒ホース購入される方、今現在使われている方、参考になれば幸いです。それでは今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。